ジャンルを作りたいので、既存のジャンルはあんまり考えてないんですけども、宇宙を舞台にしたものが大好きなんで作ってみたいなというのと、あと西部劇も好きなんでやりたいですけど、これを見ている方ですね、私が小島秀夫の右腕になってやるという人がいればぜひご応募ください。こんにちは、ゲームクリエイターの小島秀夫です。今日は小島秀夫に関する質問にお答えします。 This is 秀夫小島サポート。最初の質問です。小島さんが思う良いゲームの条件とは。まずで作り手の愛がある、これ一つなんですけど、あとこれインタラクティブなんで、例えば一つのアイテムがあってそれを一つの使い方をします。でそれで終わりではなくて、そのプレイヤーが考えて、この使い方であったら他の使い方もあるのかなっていう試します。するとそれが用意されていると、お、こういうことができると。でじゃあこれはこう使えるのかなっていうので使うと、それも用意されてるっていう、そういうなんか自由度ですね。プレイヤーが自ら発見してその仕様がその中に含まれてて、全員が全員それをやる必要はないんですけど、そういうギミックがいっぱいあると、その発展系みたいなものが中に入ってるっていうのがいいのではないかと思います。ゲーム開発者ですと、趣味でいろいろ作っていますが、昔のゲームのように何回遊んでも飽きない、またはオールコンプリートしてもまた遊びたくなるようなゲームを作りには何に注意を払えばいいのでしょうか。ゲームはインタラクティブなので、僕ストーリーを作ってると言いますが、あんまりストーリーじゃないと思うんですね。その世界観と操作感、特に臨場感だと思うんですけど、そこにいたいと、その空間にずっといていろいろ遊んでみたいっていう、これを思わせることですね。例えば今日はもう夜になったからやめますと。で学校に行く、もしくは会社に行って夜帰ってきて、もう一回その世界に行きたいかどうかが重要なんですね。でもう一度その世界に入りたいと思わせることがこのゲームは特に重要なので、その空間ならではの世界がそこにあって、その中でちょっと自分は日常の自分とは違うものになれると、自分の日常できないことがその空間で可能になるっていう、そこが重要だと思います。次の質問です。物語に盛り込まれている科学や歴史などの専門的な知識はどうやって得ていますか。ご自身で勉強されているのか、専門家のアドバイザーがいるのでしょうかと。専門家のアドバイザーがいればいいんですけど、うちいませんので、日々勉強、いろんな文献を読んだり、ドキュメンタリー見たり、ニュース特番を見たり、論文はちょっと最近読んでないですけど、そういうので、日頃身につけておくと。でそこから発展していく分には、その図書館に行ったりネットで調べたり、より詳しく知るっていうことをしてます。これを見ている方ですね、私が小島秀夫の右腕になってやるという人がいればぜひご応募ください。小島監督はゲーム制作において最後の仕上げに監督自身がゲームプレイして調整していると聞きましたが、実際どういったところを見られているのですか。ゲームの制作結構長期間にわたるんですけど、最初は企画をして仕様書を書いて、各スタッフと打ち合わせをして、各スタッフが作ったものを個別に調整チェックをしてやってます。で最後の1年ぐらいはそれを全部ひっつけて、実際にコントローラーを握ってゲームの最初から終わるまで何回もプレイするんですけど、そこで見ているのは操作感とかグラフィック、キャラクター、モデルの出来不具合とか、あるいはアニメーション、あとサウンド、効果音、音楽、それからゲーム性ですね、あとプログラムというかエフェクトも含めて、全てを見てます。マップもそうですけど、なんでそれを何回も何回もやりながら、実際にゲームプレイをして修正していくというか、ゲームのプレイヤーの視線で同じようにカメラで見てどうなのかと、同じようにヘッドホンで音を聞いて、あるいはヘッドホンじゃなくて、画面から直接音を聞きながらボリュームをどうするかということも含めて、調整をしていきます。で最後はバグチェックなどをしながら難易度調整もやります。そこはノーマルのモードは僕が調整したものなんで、そこだけはやりますね。なんで全てにおいてです。ストーリーもリズムがおかしければその時点でもう一回直しますので、なので全てにおいて演出も含めて、調整すると
そういう段階で非常に重要な段階です。そこ、はい、あんまりこういうことやってる人いないと思うんですけど。では次の来ましたね、質問。今までで最高傑作は何ですか？これいつも聞かれますけど、一番最近に作ったものが僕の最高傑作なのでこの間発売しましたデストランディング2になります。小島監督の作品であるデスストって、配達するゲームでそれが成立するように世界観を作ったのか、世界観が先にある状態で、配達するゲームを作ろうと思ったのか、ゲーム内容と世界観どちらを先に作っているんでしょうかと。デスストに関しては、謎の現象というか、デストランディングってここをまず考えたんですけど、死者がこの世に戻ってきて死者と出会うと爆発するという、そこで、人々は外に出なくなるので孤立すると。で孤立した人々を、プレイヤーがサムがつないでいくっていうところで、じゃあそのつないでいくゲームは何なのかというと、配達がいいであろうということで考えたんですけども、僕の場合は、物語とテーマとゲーム性というかゲームデザインがほぼ同時に、一人の中で完結しているので考えて作っているというのが常であります。続きまして、今後新たに制作をチャレンジしてみたいゲームのジャンルなどありますでしょうかと。ジャンルを作りたいので、既存のジャンルはあんまり考えてないんですけども、世界観でいうとハードな SF というか宇宙を舞台にしたものが大好きなんで作ってみたいなというのと、あと西部劇も好きなんでやりたいですけど、時代劇もそうなんですけど、ただいっぱい今時代劇も西部劇もあるんでちょっとどうかなといろいろ考えている次第でございます。では次いきます。ゲームにしてみたい映画はありますか？ゲームにしてみたい映画、ゲーム化を考えたい。最近プレデターバッドランドを見まして、あれ結構ゲームっぽい。背中にエルファニングを背負って旅をするというのと、最近見ましたけど戦神とかなかなかゲームっぽい、プロットがゲームっぽいんで、僕が作るかどうか知りませんけどね、いいんじゃないですかね。非常にゲーム向きのプロットというか世界観だと思います。はい、これからのゲームの進化について VR など3次元に突入すること以外でスマホゲームや PC ゲームなどはどのように発展していくのでしょうか。今ゲームも映画も写真も絵画もそうなんですけど、でもスクリーンなんですね。基本が四角いフレームの中にどういう情報を入れるか、そのタイムラインも含めてそれで演出をして効果を測ってきたんですけど、今のゲームもそうですね。テレビの画面とかパソコンとかスマホとか iPad とか、それが携帯機になってどんどんどこでも遊べるようになったんですけど、やっぱり四角の画面から逃げられないと。それがVR あるいは AR になるとそのスクリーンがなくなるのでフレームがなくなります。これは今までのエンタメアートにとっては未だかつて誰も経験したことないもので、舞台とかはある種フレームはないんですけど、フレームを撮った時にどういうエンタメが生まれてくるかというか、演出方法があるかというか、その表現方法もどんどん変わっていくと思うので、そこは結構僕は重要だと思うので、大きくエンタメとかアートが変わるその時代に来ているのかと思ってます。非常に興味深いので、ちょっとワクワクはしてます。ゲームクリエイターになる上で大切な才能はありますか？ゲーム作りが好きかどうかっていうのは一番大きいですね。仕事としてやってる分だとあんまり成長はしないと思いますし、あと、ゲームはその映画とか後のアートとは違いまして、タイムラインは自分で決めれません。プレイヤーがインタラクティブなんで自由に動くので、どちらかというとサービス業なのでサービス精神がある人ですかね。喜んでほしいと思う気持ちが必要ですし、いろんな人がどう行動するかを見ながら、なんでしょうね、先手を打っていくという、そういう作り方になりますんで、アトラクションを設計している人とは近いと思うんですけど、そういう才能というか、そういうことが好きな方ですね。人を驚かしたり喜ばしたりするのが大好きな、そういう人、クラスに大体1人か2人いますよね、いたずらする人。そういう人が一番いいかもしれません。これまでで最も遊び込んだゲームは何ですか？スーパーマリオブラザーズ
ですねこれ。1年ぐらい遊んでたかな、大学生だったんですけど学校休んで家でやってたこともありますし、スーパーマリオがなかったら多分ゲーム業界に来てなかったかもしれませんね。はい。まあ今はもうちょっと全然できませんけど、要は横スクロールのアクションなんですけど、左から右に行くだけなんですねマリオが。でジャンプするだけなんです基本的には。でも加速ボタンがあって、その加速ボタンとジャンプボタンを微妙に使うとこう飛び方が変わって、それで攻撃をしたり敵を避けたりするっていうのと、あとストーリーはほとんどなかったんですけど、なんか冒険をしてる感じがあって、それであれを見た時にまあストーリーもなくドット絵でしたけど、このゲームというメディアがやっぱり今後多分映画を超えるものになるのではないかという、確信があったのでゲーム業界に来たということでございます。これまで小島さんのゲームに最も大きな影響を与えた映画監督は誰だと思いますか？これは難しいんですけど、キューブリック、黒沢、ヒッチコックはもう子供の頃から教育されてましたんで、この3人はもう僕の根底にあります。で10代は、ジョージ・ミラーとかジョン・カーペンターとかダリオ・アルジェントとか、マーティン・スコセッシとかですかね。その辺が非常に影響を受けてます。それ以外はもうちょっとインディーズのタルコフスキーとか、その辺に行きましたけど、大体そんな感じですね。やっぱりこっち10代の頃の影響が一番大きいと思います。特にカーペンターとかジャンルノンジャンルというか SF ホラー活劇西部劇を全部混ぜた作品が多かったので、その辺の影響は結構大きいですね。現実世界において AI による統制はすでに現実味を帯びてきていますが、 MGS2 当時からその件に言及されているような作品でした。当時からこのような時代が来ると予測されていたのでしょうか。予測されていたのであれば当時なぜそう思ったのかを教えてくださいと。 MGS2 は AI の話とそう勘違いがされるデジタル社会の話でして、メタルギアソリッド1が DNA の話だったんですけど、DNA に残らないものは何かというとミームなんですけど、でその時に考えたのがアナログからデジタルになりますと。でデジタルになるとどうなるかというと全てが残るんで、今の SNS もそうですし、壁の落書きみたいなのも含めてそれが劣化せずに残りますと。でネットがつながってあらゆるところが直接、意見を交換できるようになった時に人の生活はどうなるかっていうことを考えて作ったのが MGS2 ですね。あれは AI ではなくていわゆる行き交うデジタルデータが一つの意思を持ったというか、そういうストーリーだったんですよね。なんであれから24年経ってちょっと現実味を帯びてきたんですけど、そういう意味では予測したというよりもこうなってほしくなかったという一つの未来だったんですけど、残念ながらちょっとその方向に向かってます。はい、新たなアイデアや世界観を生み出すために普段から意識していることはありますか？なるべく刺激を自分自身に与えるようにはしてます。なので映画を見たり本を読んだり美術館博物館行ったり人と喋ったり、旅行はなかなかできないんですけど、出張をかこつけて旅行をしたりとか、何か刺激があるたびに僕の中でその、感覚がものづくりにつながったりするので、一日椅子に座って考え事をすることもありますけど、やっぱりいろんなものを見たり、特に意図的に見る風景を描いたりとはしてます。電車とか反対方向に乗ったりとか後ろ向きに歩いたりとか、違う角度で道を見たりとか、ちょっと子どもの視線とか見たりするとまたちょっと見るものが変わってくるので、そういうことは意図的にはしてます。でも本とか読んだり映画見るのは好きなことなんで全然苦ではありませんので、はい、今まで見てきた映画でこれは名作中の名作とおすすめするなら何ですか？これも毎回聞かれるんでもう一つ決めました。やっぱり2001年宇宙の旅
ですね。これは人類が、神のような宇宙人に会う話なんですけど、モノリスっていうのが出てきますけど、毎年数回見直しますけど、毎回僕にとってのモノリスなんで、ものづくりのなかなか完璧な映画ってないんですけど、あれは僕にとっての完璧な映画で、アポロが月面に行く前の年に公開されましたけど、全く今見ても古さは感じませんし、CG もデジタルも使ってませんけど、非常に新しく、非常に科学的で哲学的なんで、映画は僕のオールタイムベストワンですかね。はい、小島秀夫という人間として創作することだったり、クリエイティビティというのは一体どんな意味を持ってますか。また小島監督が考える、クリエイティビティの本質が何かあれば教えてもらいたいですというか、これは僕も教えてもらいたいんですけど、僕にとってはもう創作するっていうのは別に特別なことじゃなくて、非常に日常的なものです。寝たりご飯食べたり散歩したり、風呂入ったり、排泄したりするみたいな、それが体の中に組み込まれているので、別に特殊なことではないんですね。僕は朝起きて寝るまでずっと頭の中ではずっと何かを考えてますんで、あるいは何か刺激があるとそれですぐ反応して何かを考えたりイメージをしたりで、その考えたものを会社に行って形にするだけのことなので、別に特別なことではないです。特にプロとして何かものを作ってる人は僕とあんまり変わらないと思います。なので今の生活、一日の生活の中からクリエイティビティを僕が取ってしまうと、多分生きていけないのかなというようなことを考えます。ご覧いただきありがとうございました。いろんな質問をいただきました。毎回聞かれる質問とかも多かったんですけども、中にですね、質問されて自分でもハッと気づくような質問がいくつかありまして、そういう意味では非常に勉強になりました。自分でも深く考えずにゲーム作りしてきたのかなというところがありまして、この質問をきっかけにいろいろ考えが変わったので、ありがとうございました。